こんにちは、闇のやり込みプレイヤーことのはあかねです。前回は流出の洞窟をクリアして、ポテマを倒すところまででしたね。今回は狼の女王の目覚めをクリアすると発生するクエスト、眠れる狼を起こすなからやっていきます。東帝都社の倉庫から川を渡った先で、狩猟術師に囚われたボーンウルフを解放するクエストです。狩猟術師は今の戦力なら苦戦する相手ではないのでさっくり倒して、死体から骨のトーテムを回収します。あとは骨のトーテムをボーンウルフに渡せば、ボーンウルフをペットとして連れ回せるようになります。ボーンウルフを連れてる間はボーンウルフの復讐というボーナスが追加され、アンデッドに対するダメージが 25% 上昇します。カースターグもアンデッドなのでこれで4ダメージが上がるはずです。このボーナスはここで待てを選んで待機させても有効なので、邪魔になると感じる場合は置いていくのがいいでしょう。せめて檻から出してあげて。それでは効果を確かめてみます。言い忘れてましたが、前回ポテマの地下墓地攻略中に両手武器スキルは100まで上がってます。バーバリアンやフカでも最高ランクまで取得済みです。この状態で防御力0の NPC を殴ると、はい、30ダメージになりました。同じように防御力0のアンデッドを殴ってみます。すると今度は37ダメージになりました。アンデッド限定とはいえダメージが 25% も増えるのはかなり強力ですね。次にやってきたのはマルカルスのリベラ聖堂です。セナから西欧聖域の鍵を盗んで、西欧聖域に踏み込むと、リベラの心臓のクエストが発生します。ブロークンタワー要塞に囚われたフォトラを救出するクエストです。ここではフォースウォーンが敵として出てきます。今更大した相手ではないだろうと思ったのですが、二刀流タイプのフォースウォーンが意外と強いです。ただボスのブライアハートは魔術師タイプだったので、苦戦することなく倒すことができました。フォトラを救出したら、リベラ聖堂まで送り届けて、リベラの祭壇から水を飲むと、リベラの使徒のボーナスが追加されます。異性に対する物理ダメージが 10% 上昇するボーナスです。それでは効果を確かめてみます。先ほどはヘイムスカーに対して30ダメージでしたね。リジェネちゃんは女の子なので、男であるヘイムスカーに対して33ダメージまで上がります。リベラの使徒は異性にしか効果がないはずですが、なぜかマッドクラブに対するダメージも33まで上がってます。実はスカイリムではほとんどのモンスターは男に設定されており、女性キャラであればリベラの使徒でダメージを増やせます。だから性別を女性にする必要があったんですね。これはアンデッドに対しても同様なので、ボーンウルフの復讐と合わせてダメージが41まで上がります。元々のダメージは30だったので、攻撃面についてはかなり強化されましたね。というわけで次は防御面を鍛えます。戦士の石碑をセットして、再び流出の洞窟へやってきました。用があるのは前回リジェネちゃんが一撃で倒された、収穫ドワーフセンチュリオンです。全身に重装備を着て、難易度をベリーイージーにしてから、ひたすら収穫ドワーフセンチュリオンに殴られます。こいつはアホみたいに攻撃力が高いのですが、ベリーイージーならさすがに耐えられます。そして攻撃力が高いということは、その分重装スキル経験値も多くなるので、耐えられさえすれば重装スキル稼ぎにもってこいの相手です。というわけでしばらく攻撃を受け続けて、重装スキルを100まで上げました。早速レベルを上げます。レベルは36まで上がりました。できればレベル40まで上げたいので、今度は防御スキルを稼ぎます。防御スキルも相手の攻撃力が高いほど経験値が多くなるので、もりもりスキルレベルが上がっていきます。防御スキルが84まで上がったところで、レベルが40まで上がりました。シールドウォールをランク5までと、ウォーマスターを取得して、ここでの稼ぎは終了です。ちなみにこれだけ防御スキルを上げても、難易度レジェンダリーだと一撃も耐えられません。稼ぎが終わったので宿女の石碑に戻して、ソリチュードのレディアント装具店に買い物に来ました。レベルが40まで上がったので、蘇りの首飾りと、蘇りの指輪を買えるようになります。早速装備して、これでリジネちゃんの体力回復速度は、326% まで上昇しました。1秒あたりの回復量で言うと、毎秒87ずつ回復する計算です。試しにフロストトロールに殴られてみましたが、突っ立ってるだけでも回復が間に合ってしまうくらいの回復量です。
これで可能な強化は大体やり尽くしたので、役立ちそうなポーションをいくつか買い集めて、野菜スープを最低でも10個は作ったら、今度こそカースターグを倒しに行きます。それではカースターグを呼び出して近づかれるまでの間に準備をします。ドラゴンアスペクトの二言目を発動。強戦士の霊薬、眠りの木の樹液、騎士の飛躍、保温の霊薬、体力の薬、不審の水薬を飲んで野菜スープを10杯以上ガブ飲みします。それでは戦闘開始です。とりあえず通常攻撃には耐えられました。問題はパワーアタックですが、はい、生きてます。受けたダメージは727で、リジネちゃんの体力が763なのでかなりギリギリでした。しかし耐えられさえすれば回復できるのが超再生触手ゾンビです。とはいえさすがに自動回復だけでは間に合わないので、ヒストスキンを発動。効果が切れる前に倒しきります。攻撃手段は立ち止まってのパワーアタックです。ダメージも高いし攻撃モーションも速いので、これが一番効率がいいです。ただしパワーアタックなので当然スタミナを消費します。カースターグは常に氷のマントをまとっていてスタミナを削られるので、事前に野菜スープを飲んでおく必要があったんですね。はい、カースターグ撃破です。思ったよりあっさり勝ててしまいましたが、これはドラゴンアスペクトの恩恵がかなり大きいです。パワーアタックのダメージと防御力が上昇するので、攻守両方で活躍してくれました。それにしてもパワーやポーションを活用すれば、クラフトスキルなしでカースターグに勝てるものなんですね。もしかしてスカイリムって、意外とバランスが取れているのでは？それはない。ついでに同じ条件で収穫ドワーフセンチュリオンと戦ってみます。カースターグに勝てたので負けるはずもありませんが、まあ念のため。いや、どんだけ強いねんこいつ。というわけで超再生触手ゾンビビルドの紹介は以上となります。完走した感想ですが、楽しかったです。自動回復に特化したビルドというのはこれまでやったことはありませんでしたが、なかなか新鮮な感覚でした。連続で攻撃を食らい続けなければ死ぬことはないので、敵をよろめかせることの価値が上がっていて、揺るぎなき力の一言目でも回復の時間稼ぎとして使えましたし、防御はほぼ使ってませんでしたが、防御中でも体力回復できるので、おそらく防御の価値も上がってると思います。また今作では道中の雑魚もちゃんと倒しながら進んでいたのですが、大半の雑魚は問題なく倒せて、強プールの敵にはそれなりに苦戦して、格上の相手でもヒストスキンを使えばどうにか倒せるという、割とちゃんとゲームとして成り立ってたという印象です。カースターグもパワーやポーションを駆使すればどうにか倒せるといった感じでしたし、少なくともこれまで作ったビルドの中では一番ゲームとして成り立ってましたね。というわけで超再生触手ゾンビビルドは新鮮な体験を提供してくれる上にゲームバランスも悪くないので、良ければ皆さんも試してみてください。といったところで今回はここまでです。良ければいいね、高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。